コツコツとアスファルトに刻む足元を踏みしめるたびにサンジャのカラオケ。そうです。家の目の前のベスト10っていうとこですね。堀江義則が帰ってきました。足をつかんでテイクダウン、テイテル、この右の拳だ。止めた。もう裸でいきますね。心も体も。そして自分が勝ってチャンピオンになります。どんなところが好きですか？本当のことを歌う熱い人、正々堂々歌ってるっていう、そんな印象ですね。少女花よで担ぎ上げられ背中に墨を入れようと己の弱さを呪った一人の夜腐って腐って腐り果てこの歌はやっぱり気合があります。こんちくしょうってこうやってやれって自分もそうでこんちくしょうと思うことあるんで、歌詞もかっこいいしこのメロディーがもうかなり気合入るんで、そういうところが好きですね。長渕剛さんがいてよかったね。いや本当にもう救いですよ。もうお会いしたいですね。実際目の前にした時にどうなるか分かんないですけど、こう自分を見せるのが怖いっす。拳を重ねるんだ。失礼します。はい、こんにちは。長渕剛さんで。そうです。間違い。すいません。ちょっと失礼させていただきます。大臣と申します。はい、よろしくお願いします。俺たちこの先どこへ流れてゆくんだろう。右へ左へ右へ左へ。美咲さんの引退試合で歌を歌われたりとか、はい、格闘技は本当に造形が深いというか、総合格闘も大好きだし、純粋にこう少年が強くなりたいっていう風にあがいて勝ち上がっていく姿に感動しない人はいないと思うんですよね。中に脈々と流れてるね、こう武道の精神とかですね、そういうのは大好きですね。やっぱり長渕さんの、歌生き様っていうところに一番感銘を受けて育った選手に今日ぜひ会っていただきたい。はい、はい、こういう選手です。長崎入場曲のセミ。あ、そうなんだ。僕が悔しくてですね、先に作った歌をやっぱり愛してくれてるんですね。僕も戦いの渦中ですし、今でも若い世代にですね僕の歌が届いてるっていうことはすごく嬉しいですね。ムカつくな。ちょっと出ようかな。腹立つ。ダメこう言っても聞かないですね、全然。いいですね。今ほらいろんなこと言われるじゃないですか。男子が女々しくなったとかね言われるんだけど、やっぱりこういう若い世代でねチキショーっつってこのチキショーって這い上がってくるっていうような姿を体ごと全身でね表現してくれるっていうのはまだまだいけんじゃん日本はっていうね、そういう気持ちになりますね。希望になりますね。もういらっしゃるんですか？はい。脂肪が乗っていると思います。はい。お邪魔していいんですかね。こんにちは。おっす。
こんにちは。おっす。はじめまして。堀江義則と申します。長渕です。どうも。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと靴を脱ぐんですね。よいしょ。こっち座らせてもらいます。ごめんなさいね、急にね。いや、嬉しいです。お会いできて嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それ堀江君が歌っていただいてる姿を見て、あるところふと腑に落ちるし、よし頑張れよと、そういう気持ちになりました。ありがとうございます。ムカつくことかなり多いですね。だから思いっきり長渕さんの曲を歌わせてもらってます。ムカつかない方がおかしいよね。僕はそう思いますね。本当。いまだにそうですか？もう未だにそうですね。現役で戦うってことはそういうことだと思いますね。堀江選手と同じ気持ちだと僕は思いますね。何かこう不純なものとか疑いとかってあるとこういうことってできないじゃないですか。だから全ての練習の中に全集中をしていく一途さみたいなところがですね、やっぱりこちらも大事なものを教わっていくような気がしますね。忘れんなよ忘れんなよというね、そういう思いになるので、この道場の空気感とか汗臭い男の匂いっていうのは本当に大好きですね。競技としてどういうところに興奮しますか？やっぱり一つ一つの技から技にね転じる流れとかっていうのはすごい選手のスキルが上がれば上がるほどやっぱり見せてくれるじゃないですか。そういった意味では美しさなのかな、僕は思うのは。若い肉体がですね持て余すことなく小さな道場使うの所狭しとですねみんなでしのぎ合ってる姿っていうのは僕はみんなに言い散らかしたいですね。どうだっつって。今日は幸せのそのぐらいですよね。ちょっともう今まででも忘れないですよね。お父さんがいろいろの日本の音楽が好きだけど、友がね、陽子が子供の時はお父さんがこの歌から今まででも忘れないですよね。もうコツコツとアスファルトに刻む足音を踏み誰の音楽が知らないな、本当に今が日本ついていろいろがね覚えて名前とかその彼の音楽がなと思って高渕さんのお父さんも警察やりきれない夜を数え逃れられこの三崎選手が引っ張ってるサトシ君の試合も僕見たことあるんですけどね、とっても日本人魂を持ってる人じゃないですか。大体がまだ話してないけど、でも多分考えること大体が同じぐらいの、お父さんがもうすごい厳しくて柔道も黒帯から似てることがあるんですよね。今までまだねいろいろのお父さんの教えたことがねまだ続きますね。はい、今まで全部が技術のことがねお父さんが教えたし、もう人生と子供のことも僕が教えたからね。佐藤さんからお名前をお聞きしていいですか？何ちゃんって言うんですか？アナ。まだ頑張るからね。私の技術、お父さんの技術ね。一番大事なことがお父さんに教えたのは
試合とメダル勝ちのことだけじゃなくて、なんかもちろんがいいの人生とかいいの人とかいい道だけねいけるから、もう悪いことしないし、子供の時からお父さんが教えたね、チャンピオンになりたい、もうビールも飲まないしね。本人と逆だなと思って。それそうですよね。結構飲まれるのは知ってる。もうですね。いい加減に。ああ、ね、もう言っても聞かないですね、全然。お父さんが言うのは、ビール飲む人があまりが大会勝てないし金メダルにもらってないから、そのいうのことがね私の頭に入ってるから、だからもう今まででも飲みたくない。東京のバカ野郎が知らん顔してたな。こんにちは。こんにちは。どこですか？長渕剛さんのスタジオですね。はい、魂のこもった歌を歌われる方なんで、そういったところを見てパワーをもらいに来ました。もう入っちゃって大丈夫なんですか？じゃあ、堀選手入ります。蝶よ花よに担ぎ上げられ、背中に墨を入れようと己の弱さに呪った一人の夜。腐って腐って腐り果て、ラーメン横丁も立て看板、泥巻き切った唇の哀れ息がある悲しさよ。千がなく畜生とセリがなく畜生とかっこいいっす。差してみせましょう俺の腹を。めっちゃかっこいいっす。見ましょうかボルジョンキン。ありがとうございます。はい。T シャツは何入れる？どのぐらいがいいですかね。はい。稽古の時来て、じゃあ。ありがとうございます。正気の沙汰じゃねえなのと狂ったバカが語りを東格闘やってる方だとか空手をやってる武道をやってる方たちってもうみんな目が綺麗です。一途ですからね。その一途さみたいなのがやっぱあって、そこが好きですね。だから破天荒な男。腹立つ。みんなありがとうございました。まあ男は破天荒ですよみんな。破天荒じゃない男っていないもんね。僕も九州で堀君も九州じゃないですか。男の子は強くなきゃいけねえっていうようなそういう教えっていうか、なんとなくありました。ありました。強くなりたいっていうのはもうちっちゃい頃からずっとあったので、それで空手はやってたのはありますね。はい。鹿児島の場合は酒飲め、喧嘩強くなれって、負けて帰ってきたら親父ぶっ飛ばされる。喧嘩に負けてくるとすっごくうなだれるんですよ。すごく悪いことをしちゃったみたいです。僕の思わないことしたいことを考えてきて、一番この人生の中でこう楽しかった時とその逆でこう辛かったりとかした時期。苦しかったことばっかしなんだよね。やっぱ裏切られた時かな、仲間にね。勉強いっぱいやってたわけでもなくて、もうこれしかなかったから、金の問題、女の問題、まあ、あとは社会の問題ですかね。無垢で生き続けるっていうことと社会を知らないってことは全然違っててね。社会は純粋無垢というものがいいとは限らないし、時が経つとまあいいかって、そういうふうに思って生きてこれたっていうことはまあよかったな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀江選手、
一番楽しかった時期はやっぱり子供ができた時かな。ああ自分にも家族ができたって思った時、守るべきもののために自分が戦うんだ。報われてく俺振り向きざまに裏切り、自分の分身ができたっていう、だから家族ができた、嬉しかったな。3人恵まれたし、赤ちゃんっていうよりも自分の相棒のようにこう育てていったっていうか勇者になってますけど、やっぱり子供がある種自立するまでの間、女房ともたくさん会話があったし、5歳の子を引いて空手道場に行って親父が必死でさ「殺せ!」って言ってさすがに代表に怒られちゃって。もし家族持ったとするでしょ。男の子ができたとするじゃん。どういうふうに育てるの？実は自分結婚とかしてないんですけど、男の子一人いるはいるんですよ。あ、いるの？はい、これ公開したことはないんですけど。大丈夫？別に大丈夫です。はい。いるはいるって感じですね。ただいろいろあって会ったことはないんですけど、はい。なんかいろいろあるんですよ。それはちょっとディープな話を振っちゃったら答えなくてよかったんだよ。もう嘘はつきたくないので。あ、そうなんだ。はい。それあってはないか。あってはないです。自分無責任になるかもしれないですけど、その当時付き合ってた人がもうだいぶ自分よりも年上で、どうしてももう子供を作りたいってことをずっと言ってて、だけど自分はまだ子供育てながらは格闘技はちょっとしたくないっていうことを言ってて、だけどもう子供だけでもいいから欲しいって言われて、でもじゃあもう一緒に入れなくなるよっていうふうなことを自分に言ってたんですよ。生まれる前にちょっともう離れるっていうふうな形になって、本当無責任ではあるんですけど、その人はその人でなんか幸せそうでというか幸せだと思っていますね。はい。会えばいいじゃない。なんか会えない約束したの？子供とかそういう子が好きで、なんか会わない方がいいのかなとか考えて会ってないですね。そうかそうか。はい。でもきっと会う時は来るんだろうね。もしかしてそうです。絶対あるよね。はい。そうかそうか。ちょっと変な話になっちゃったけどごめんね。いやいやいや。今日はちょっとこの距離で照れくさいんだけど、で同じ九州、彼長崎で、僕鹿児島、どうしてもこれやりたくて、で警察官の親父と普通の主婦やってるおふくろに頭を下げて、お父さんお母さん、自分は歌を歌いに京に出ていきたいんですって。許してくれるわけないからね、その時代。総合格闘もそうかもしれないね。あんた何しに行くとねって感じだよね。涙をこらえながら言ってくれよ。成功するも死ぬも分かんないのに、勝ち負けの世界ってのは本当に厳しいしね。一回こっきりの戦いですよね、やっぱりその瞬間ですから。ジャンルは違うけど戦いっていうかな、自分の自己表現をしてるっていう意味では同じ質感を抱かせてもらいました。47年やると騙されたり、権利だなんだって難しいもの出てくる。もうそんなもの関係ないよね。でも僕たちの世界にはね、騙すより騙された方がいいなとも思って開け直るし、ちょっとそんな歌をちょっと歌ってみるね。銭が欲しいか、そらやるぞ。銭じゃ買えねえものもある。なんで戦うんだろうね、みんなね。男ってバカだった本当に俺自分でそうだと思うよ。どうせおいらは貧乏暇なし田舎もんだけど、人の道だけは
外れておりません。戦いをやめられないもんね。もう本当もうそれによって悩むし怖さもかなりあるんですけど、勝った時のこの喜びとかなんかその幸せさをこう感じたいがために言ってるんですかね。負けた時はどう感じます？なんかもう人生の終わりというか。新極真の方の空手を何年か学ばせていただいたことあるんですけどね、素手で蹴られても折れない肉体を作ることにみんな全力を傾けますよね。ご飯を何倍も食べて苦しい吐くまでの練習をやってどんどん体が大きくなってとても頼りがいのある体を作ると、まずそこに一つの大きなまず意味があるんだなっていうことを体感しましたよね。3度目の朝には気も晴れる。なるべく人を裏切らず。それで殴り合った後になぜそのお互いの選手が抱きしめ合い友情が育まれるのかっていう、リスペクトがかなり自分はこうそういうのを生んでるんじゃないかなっていうふうに思います。本気で戦った結果負けちゃったんですごいねっていうふうになんか自分は思います。相手を認めるっていう、はい、ここに理屈がないって普通の人間は観念で言うからね、体験じゃなくて痛みも何もない世界で、だからリスペクトとか絆とかっていうのが甘く感じるものなんかすぐ崩れそうな感じです。あんたも腹割って話そうや。明日の風に身を任せ。ゴロンと寝っ転がりゃなんとかなるさ。明日の風に身を任せ。あんたも腹割って話そうや。僕も最初分かんなかった。戦わないと友情っていうものが分からないのかなというふうなことも感じたりした。で僕もそういったものを音楽の中に取り入れようとしたのバカだよね。元世界チャンピオン戸田監と一緒に合宿行ってね「お願いします!」ってさ10発ずつその胸を思いっきり吸ってガンガン叩く。痛みを共有するとか気合を共有することによってなんかものすごい強い絆が生まれてくるみたいなね、はい、それを音楽畑でやったらソース感食らったねこっち音楽だよって切っていってる。この右の拳だ。止めた。もう今の時点でリスペクトしてるんで、なんかもう素晴らしさがにじみ出てるんで、人のなんか優しさがサトシ選手ににじみ出てるんで、まあ、しっかりぶっ飛ばしたいなというふうに思います美咲選手の方からよくサトシ選手の方が聞いてましてですね、亡くなったお父様のことをおっしゃっててね、リングの上でですね、お父さん見せてできたよ、ごめんちょっと時間かかったから。もうお父さんはがんで病院にずっと入院していて、最後兄弟たちを病室に呼んで、それでお父さんが自分のつけていた黒帯をサトシに渡して、で畳の上じゃなくてごめんねと。お父さんの教えが僕の教えの中に根底にはあって、でそこの部分を非常に大事にしてらっしゃるっていう、大和魂や日本の武道みたいなところを敬愛なさっててですね。やったぜ、まずは藤田。こういう選手がいらっしゃるんだというふうに思いましたね。Como fala, também quero ser exemplo também, né? もう私の人生だけじゃなくて隣の人の人生がもうすごい変わりましたから、それでは多分が一番良かったんです。みんなの幸せの方が面白いから、自分だけあんまりがもう良くない。戦い方の美しさとか美意識とかですね、なるほどすごいなっていうふうに思いましたね。
プライベートでもずっとこうやって生きてるのは試合で勝つためなんで、裸でいきますね。心も体も。Né? Tipo, deixar mais difícil. Tipo, se quer, pode dar jogo, mas tem que chegar nesse nível, né? ただでけえなってそういう威圧感はあるんですけど、それはもう知ってることなんで、リーチがあるところに入っていけるようなスタイルが自分のスタイルなんで、気負わずにいつも通りの自分をぶつけたいと思います。そして自分が勝ってチャンピオンになります。どちらもいい選手なんでですね、頑張っていただきたいですね。皆さんを深い感動の渦に巻き込んでいただきたいですね。